はい、こんにちは。今日はね、ボス攻略作戦やっていきたいと思います。バージョン 2.0 で実装された要塞のボス。そうそう。この動画が出てる現時点でバグとかが修正されたバージョン 2.0.2 がリリースされてるんだけど、今回は関係ないので一遍置いといて、この要塞のボスをどうやって倒すかってところをやっていきます。ということで行ってみましょう。で、まずは要塞。この島に着いた時に少し先に要塞があることは分かってるんだけど、あっちに飛行機を置いてあるので、あれで上から偵察してみましょうか。飛行機は着陸した時に若干破損してたのを放置してたので、とりあえず陸地に引き上げるとして、破損してた部品と燃料とか導火線も含めて設計図で再作成します。ほとんどのものは木と草なのでそう難しい部品じゃないんだけど、ただ着火の仕組みに使ってたタングステン、これはこの島ではまだ見つけてないので、この一かけらしかない。タングステンは武器としてかなり優秀で、それなしで戦うとなるとかなり厳しい予感がするんだけど、とにかくその辺からいろいろと資材を集めて、よし、これで飛行機が復元できました。よし、じゃあこれで偵察に行ってみましょう。いざ。滑走路の都合でぐるっと回るような飛行経路を取ってるわけなんだけど、要塞が見えてきました。壁とかが壊れていて、うちでは背景要塞って呼んでるタイプなんだけど、今まで見た中では一番大きいですね。しかも最近実装されたロボットのスポナーも配置されてるみたいで、ただでさえ攻略が難しい要塞がさらに難易度上がっちゃったかな。で、上から見ながらどこから突入すればいいかどうかを考えてるんだけど、入り口の近くにスポナーがいっぱいあったり、視界が悪すぎて突入タイミングが難しそうな場所とかが多いかな。少なくとも安全に突入できそうなルートはなさそうなので、一番リスクが少なそうなのはこの辺かな。こっちだと入り口が広くって、この自爆ドローンスポナーさえ壊せばなんとかなりそう。上空からの偵察はこんなもんでいいとして、ここでロードするくらいだったらいっそ飛び込んで確認するか。いざ。いきなりロボットが何体もいるんだけど。で、あれがコアですね。おー。っていうか、どうしよう。素手でいきなり飛び込んできたので、武器も盾もないんだけど、ロボットを盾にできるか？こんにゃろ。落ち着いて戦える状況じゃないので、痛い。今のは自爆ドローンだな。ロボットも増えてきてるし、お前の武器をよこせ。こんにゃろ。
はい、無事に偵察が完了したので、ここからちゃんと武器を持っていきましょうか。にしてもさすがに敵が多すぎるので一筋縄ではいかないとは思うんだけど、まずは今用意できる資材で戦うしかない。とりあえず武器としてはセラミックスで作った斧。セラミックスは攻撃力は高くってタングステンと同等の攻撃力があるんだけど耐久度は低いので、果たしてこれで十分に戦えるかどうか。そして盾として有効なんじゃないかと思われる生ゴム。これは破損しても簡単にくっつけ直すことができるってあたりがポイントなんだけど、どうだかな。本来は同じ理由で補修材が盾として有効なんだけど、ここでは調達できないんでね。あと近くにドローン基地があったので、それを封じるためにドローンを持っていきます。ドローンスポナーは近くにその系統のドローンが5体いるとそれ以上は湧かないんでね。あとは食料。これだけで足りるのかってのと、そもそも食べる暇があるのかってのも疑問なんだけど、間違いなく必要なものでしょう。そもそもこんな装備で大丈夫かって感じなんだけど、悩んでても仕方がない。とりあえずこれで行ってみましょう。この防衛線を越えた先はロボットが徘徊してたり周りにも敵がいたりするので、若干迂回するようなルートを歩いてるんだけど、距離自体はすぐですね。で、突入する前にとりあえずそこのドローンスポナーは黙らせときましょうか。これは気休め程度なので、これでも邪魔だったら後で潰しましょう。ではいざ。作戦通り目の前にある自爆ドローンのスポナーを壊せればなんとかなるか。ちょっとこんなことってある？もういきなりめちゃくちゃだよ。もうこうなったらボスに一撃食らわせて脱出するか。うわー、あ、まずい。自爆ドローン、これは緊急離脱を。今のはさすがに運が悪かった。もっぺん。やっぱ武器が吹っ飛ばされるんだけど、さっきほどはひどくない。よっしゃ、これでおりゃ。おー、一撃でドローンスポナーを破壊しました。武器が破損した時に手が滑って斧を落としちゃったんだけど、ちょっと拾ってる暇はない。一旦離脱。なんとかこいつらをしのいでから拾いに行きましょうか。スポナーを破壊した代わりにセラミックスの刃も壊れてるんだけど、さすがにその辺まで拾ってる暇はないかな。この武器は刃こぼれをする前提で刃物を多段でつけてるんだけど、足りない分は鉄をつけといて、これでいけるか。で、目前にあった自爆ドローンがいなくなっただけで難易度自体は激減してるんだけど、それでも他のスポナーは生きてるので油断はできない。特に
ロボットの移動範囲が広いのが厄介なんだけど、とりあえずボスと一騎打ちができそう。いざ。自爆ドローンが絶妙なタイミングで邪魔してきたんだけど、とはいえ敵が少ない今なら、とりゃヒットはしたんだけど、ダメージがほとんど通ってない。硬すぎますね。というか、鉄の武器だとダメージが足りないかもしんない。食料も少ないのって一旦離脱。いや、ついでにこのスポナーも潰すか。さっきは一撃で潰せたんだけど、はい、やっぱこれは鉄の刃があだになってるかもしれないのって、基本的にセラミックスで殴ることにして、鉄の刃はあくまでスペアとしてつけときましょうか。セラミックスもあと3回くらいは殴れそうなので、これでリベンジ。やったか、やってない。第2形態に変身しましたね。自爆ドローンを飛ばしてくるとは、これはなかなかの強敵ですね。ちょっと敵も増えてきて囲まれ始めたのって一変離脱。武器を落としちゃったんだけど、ひとまず安全圏まで戻るのが先。はい、一変要塞前まで戻ってきたんだけど、武器を拾いに行く云々よりも明らかに戦力が足りてないっぽいんだよね。なので一変防衛戦まで撤退します。で、この後装備を整えて出直すことになるんだけど、尺の都合もあるし、この辺で一遍まとめましょうか。ということで、ボス攻略作戦やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。一応第1形態を倒して第2形態までは持っていったんだけど、きついねこれはで、あの後は防衛戦まで戻っていろんな資材を持っていってます。もうね、出し惜しみしてる余裕はなさそうなので、使えそうなものは一通り持っていってますね。で、尺の都合で細かいところは次回に回しちゃうんだけど、結論から言うと何の成果も得られませんでしたまあ運任せで何回も突っ込めば倒せそうでもあるんだけど、せっかくのボス戦なのでもっと資材を集めて派手な戦い方をしたいんだよね。ということで、次回は重装甲車やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。